皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。皆さんは、いかがお過ごしでしょうか。今日ね、ロサンゼルスは雨なんですよね。で、なんかちょっとこう余計なものが入ってきていて、余計なものっていうか、なんかもう Facebook いきなりメッセンジャーの案内っていうのはちょっとやめてほしいと思いましてます。Anyway、改めまして、はい、皆さんこんにちは。ロサンゼルスのまさみライトです。日本の皆さんおはようございますのお時間ですよね。今日ロサンゼルスは雨なんですよ。Facebook の方でもご案内したんですが、おはようございます。雨が降っていて、結構風もあって、で久しぶりに恵みの雨っていう感じの時を迎えています。では皆さんにね、今日のトピックとしては、なんか今日もブログでもちらって書いたんですけど、冬至とかっていう話をね、言葉を使っていてもおはようございます、あんまりいまいちそのあたりの件をよく分かってない私なんですよね。まあ来週冬至らしいよぐらいの感覚で、でも今ね、改め皆さんに思うのが、多くの皆さんが抱えていたり、多くの皆さんからのねお話とかをいろんなところでお伺いしていると、なんかいろんな悩みとかがあるんだなっていうのを思うんですね。でこれって誰も悩みってあると思うんです。でこの心魔法のかけ方で皆さんに自分を好きになることを約束してくださいねって言ってる私が、なんと今日皆さんに反対の言葉を言います。ネガティブじゃないですかそれっていうような感じかもしれませんが、あえて雨と一緒に流しながらね、皆さん時にはね、自分嫌いになってもいいですよ。なんか衝撃的なっていうぐらい風もグーブー吹いてきましたが、おはようございます。いや、嫌いになってもいいですよっていうのはね、私たち自分を好きになることってとっても大切なんですね。でもね、いろんな意味で自分の嫌いなとこであったりとか、いろんなやっぱり全てを認めたり全てを受け入れるってここなんですよ。自分が嫌いなところ、こうすればよかった、ああすればよかったってことを過去を振り返ったってもちろん変えることはできないですよね。変えることはできないけれども、おはようございます、前進するために、やっぱり自分の弱いところも受け入れるって大切ですね。時に皆さん、世界的な大きなチャンプになったりとか、優勝したりとか金メダルをもらった人たちがね、自分の弱点を知るっていうお話とか聞いたことあるかと思うんですね。で私たち前向きにポジティブに、そして全て何事もいいようにっていう風にやっているとね、結構自分の中でなんていうのかな、苦になってきたりとか大変なことって時にあると思うんですよ、ね。でだからこそ皆さんがね、後悔することもそうだし、もちろん自分のここが嫌いとか穴なところってね、書き出したりとか、ライトユージェ使ったりとかもう思ってもいいです。ただ長く思わないために、この時間ってもう自分の嫌いなところを書き出すとか、自分が後悔してることを書き出すとか、ああすればこうすればよかったと思うとかも書き出していったら、自分っていうものをもっと知ることができるじゃないですか、ね。でそして嫌いになったら、もうとことんもういい加減にしなよっていうぐらい自分のことが嫌いになったらね、書いていって嫌気がさすじゃない。もう嫌気がさしたら、その時こそ絶対新しい自分になりたいって、もっと自分を好きになりたいって思ってくるんですよ、ね。だからいろんなものをカモフラージュ的に、なんか何もかもなんかイライラしてもどう丸く収めようとかっていうようなんじゃなくて、嫌いなこととかもリストしていきながら、これどんな風にしたら自分もっとできるのかな。そうすると書いてるうちに、考えてるうちに、ここ自分で弱いところを認めていったら、ここもう少しこんな風にしたらもっとできたんじゃないかなとか、自分への声援とか激励とか、いろんなものが思い浮かんでくるんですよ、ね。だから一度嫌いになったりとかしてね、バーンって書き出していって考えていって、ね、自分のことをリセットしたら、来週までにリセット、これ来週じゃなくてもいいんですよね。全然いつでもリセットしたいと思ったら書き出して思ってみて、そしてね、もちろん嫌いになった後、もちろん、自分にも謝ってください。ごめんねって、至らない自分でごめんねって謝ってね、もちろん。そして
自分に対して自分に謝ったらもっとねあなたのために自分自身のためにね努力するねって、もっとあなたが自分自身のことを好きになれるように私努力するねっていうふうに自分への約束をしていくっていうのもありかなと思うんですね。そのためにはもう一旦自分のね嫌な部分っていうのも見る勇気も必要なんですよ。でもそうじゃなくて絶対に好きになろう好きになろうって全てを自分を受け入れるってことでね言ってて、いいところだけ受け入れて何が何だか分からなくなってる人たちが多いっていうのが今のこの時代によく見られるなって思うんですね。でだからこそね全部自分ですから嫌な部分もいい部分も。だってここまで完璧だったら皆さん悩んだりしないわけですよ。でどんなにすごくできてる人であっても時代の背景とともにこうすればよかったああすればよかったってことが生まれてきても起こってきてもおかしくはないわけですよね。だから言いますね、もう自分嫌いになっても OK です。その代わり自分を嫌いになる時間帯とか30分だけとかね書き出してこの間だけとかって言ってもう思いっきり泣きながらもうごめんねって自分に対してごめんねとかって言いながらね、そしてまた自分をどんどん好きになっていって、でそして約束するねってもっともっといい自分に成長できるようにあなたが自分自身のことをね振り返った時に私なかなかできたよねとか私すごいいい人だよねとか私頑張ったよねって言えるようなね人になるから待っててねっていう風にして、そのステップを踏む時に必ず自分の弱点を見て自分にプラスアルファをできるといいなと思うんですね。だからこそ悪いことも見ないふりとかねで全てをね避けるっていうわけではなくて、これもある意味でのある一点のポジティブだと思ったらいいと思うんですよね。こんな風に思うことってネガティブだから絶対できませんとかって言うんじゃなくて、でこういう弱点を知った時こそ私たちってもっとさらにポジティブが2倍も3倍も10倍もいくらなんてプラスに反映すると思うんですよね。だからこそもうねこれって何て言うのかな、ネガティブな元なの。要は何かっていうと見ないふりしてると根底に残ってるネガティブがどっかで普通ってまた出てくるんですよ。そうしていや大丈夫私は大丈夫全てを受け入れる私自分のこと大好きだからってやってるとまた堂々と収まっていって種が消えないわけじゃないね。でもちゃんとその種を消すためにちゃんと自分の弱点も知ってどんどんやっぱり成長してどんどん消えていって、昔自分こんなところもあったんだなって思い出しながら皆さんと会話ができると一番いいんじゃないかなっていうふうに思います。より自分をさらに好きになるために一度は自分に嫌な自分にさよならするためにとことん自分のこと嫌ってもいいけどもう一度ちゃんとハグして好きになってごめんねってやってねということで、皆さん再リセットのためにリデザインいいですか、自分自身をさらにもう一度デザインし直すためにぜひそんな時間も設けてみてください。そのためにもちろんね皆さん自分自身との心対話ファイヤーも私も出しますし、キャンドルメソッドでもファイヤーを見ながらっていうのも出してます。もちろんライトユニバーサルジャーナルもうまくそのとこそ活用していって、もうまさみさん3ページも4ページも書いたら涙出てきてもうボロボロですっていう風にね、もうライト UJ に涙が落ちるぐらいやってもいいですし、そんな風にしながらさらにもっと自分を好きになることができた皆さんに出会えるのを楽しみにしていますね。Well, let's promise again. では皆さんいつものように Promise me love your life、自分の人生をさらに好きになることを約束してくださいね。はい、皆さん We have only 2 more weeks in 2021。 2021年も残りわずか2週間となってきましたので、ぜひ皆さんエンジョイしてくださいね。 We'll reach you out again, talk to you again if I don't see you at Christmas time。 ありがとうございます。クリスマスね。そうです、皆さんもね、もしクリスマスの時に皆さんにお会いすることがなければで会うと思うんだけどねまたライブとかで会うと思うんだけど Anyway, just before that, you all have a happy holiday and I love you all。 皆さん素敵なホリデーをお過ごしくださいね。 Every day is always precious。 はい、毎日がとても素敵なねプレシャスな貴重な時間だと思いますので Thank you for staying with me for live。 皆さんライブで参加の皆さんもそして見てくださった皆さんもありがとうございました。ではバイフォーナウ。